四谷三丁目にあります車力門茶碗部店主の久澤剛です。本日はアンデス高原豚を使用した京風のカツ重をご紹介いたします。こちらが本日使用させていただきますアンデス高原豚の肩の方、それからずっと真ん中からお尻にかけての部位になります。こちらの方はですね、どっちかというと焼いた方が美味しいと思いますので本日はこの筋、脂が少ない上ロースの部分を使ってカツ重を作りたいと思います。ではですね、こちらの上ロースの部分、お肉の真ん中になります。今日はこの脂の部分少し使いまして、脂側の筋は全部取っていきたいと思います。こちらはですね、お肉を均一に広げていきまして、少し柔らかくするためにミートハンマーを使って叩いてます。ある程度広がったところで筋を切っていきたいと思います。そしたらもう一度もう少し薄くするために叩いていきます。ではこのぐらいですね。衣をつけていきたいんですけども、普段は塩コショウ下味をつけるんですが、カツ重に限ってはそのまま下味をつけずに衣をつけていきたいと思います。こちらが衣をつけた状態です。では衣をつけたこちらの豚肉揚げていきたいと思います。とんかつを作る時より若干油の温度は高めに設定してあります。すぐ弾けるぐらいですね。短時間でしっかりと揚げていきたいと思います。時間にして5分弱ですね。表面を半分、2分30秒経ったぐらいにひっくり返して裏面を揚げていきたいと思います。今回の油、どういった油を使われているんですか？こちらの油は米油 100% ですね。今回お作りにカツ重と揚げ方っていうのはやっぱ違かったりするんですか？揚げ方は、カツ重の方が強火で一気に揚げ切っちゃいます。これから卵とじにするのとだしで少し炊くので、それに負けないようにですね、この衣に関しては一番最初に入れた時の油の温度で決まるんですよ。なのであらかじめ強めの火を用意しておいた方がいいですね。これで、揚がりました。揚がったとんかつを切っていきたいと思います。このようにですね、普通のとんかつで食べていただく時より少ししっかりめに火は入れたいと思います。ではお出汁を 90cc ぐらいですね。
京風のお出汁ということで、江戸前のですね濃い口を使った甘じょっぱいお出汁というよりは、豚のお出汁と昆布かつおのお出汁を合わせて、薄口醤油と少しお砂糖を加えてほんのり甘くしたお出汁になります。で、通常のカツ丼のよりもですね出汁の量は少ないと思います。九条ネギの白い部分をですね引いていただいて、カツを入れていきます。なるべくカツの上に卵が乗るようにして、あとは強火で一気に火を入れていきたいと思います。半熟になったところで、九条ネギの緑の部分を乗せていただいて10秒ほど加熱します。こちらで出来上がりです。この上からですね薄くくずをひいたあんをかけていきたいと思います。それでは最後にですね先ほど使ったお出汁少し残ってます。あえて残しておいたんですけども、こちらに吉野くずをですね少し加えながらとろみをつけてカツ重の上にかけていきたいと思います。あまりですねとろみは強すぎない方が美味しいと思いますので、これぐらい少し糸を引くぐらいで止めたいと思います。しっかりと火を入れていただいて粉っぽさをなくします。出来上がりです。このぐらいですね。先ほどくずでですね少しまとめたお出汁に三つ葉を加えてそれを上から少しかけます。で最後にですねこちら山椒の粉をですね振っていただいて、アンデス高原豚を使用した京風カツ重の出来上がりです。どうぞお召し上がりください。はい、いただきます。見た目がすごい上品でちょっと食べるのがもったいないぐらいですね。ありがとうございます。じゃあいただきます。お願いします。すみません、最初ちょっとカツの方からいただきます。カツもですね、はい、真ん中の方から食べていただくのがはい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあからどうぞ。じゃあすみません、いただきます。すごいお肉の味もちょっと京風ということで、はい、ちょっと薄めにつけていただいていると思うんですけど、はい、お肉自体の味もしっかりしますし、卵と、はい、タレもちょうどよく配合していただいて、すごい食べやすいです。ありがとうございます。今回この京風カツ重っていうの一番のポイントって何かございますか？本当に一番思ったのが今回使わせていただいたお肉がですね、良くも悪くも綺麗な味だったんで、あえてそこに味を加えて濃い味にする必要はないなと。で卵も優しいし、くずでひいたあんかけも優しいし、だからだしはもう自分で、薄い濃いは決めれるんで、そうするとちょうどいいバランスになるんじゃないかなと。でこれから九条ネギも美味しくなる時期ですし、ちょうどいいなと思って。はい、なるほどですね。もういろいろ優しい味が合わさってすごい食べやすいと言いますか。はい。やっぱりみんな全部ちゃんと各々素材の味はしますよね。はい、そうですね。ちょっとせっかくなので一緒にご飯と一緒に、はい、はい、いただきます。またこのタレもご飯とちょうど絡み合ってと言いますか、はい、非常に美味しいですね。ありがとうございます。お肉も柔らかいですよね。はい。はい。非常に
お肉もなんていうんですかね、程よい硬さといいますか、味もしっかりついてますし、あと後にかけていたタレですかね、あれも非常によくマッチしてると言いますか、非常にご飯とも絡みやすくて、非常にもうご飯が進みます。はい、ありがとうございます。でもやっぱりこの主役は豚肉になるんで、やっぱり豚肉より前に出ないようにはしたいですよね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。